皆さんこんにちは。卓球用具という深くて暗い、それでいて最高にエキサイティングな迷宮へようこそ。今日は卓球界において最も神秘的で最も誤解され、すると対戦相手から最も初見殺しとして恐れられているカテゴリー、変化系表ソフトラバーの世界を、その分子構造から魔術のような弾道の正体まで徹底的に解剖していきます。解説のケンジです。よろしくお願いします。こんにちは、みさきです。卓球をやってるとたまに当たるんですよね。見た目は普通の表ソフトなのに、打つと粒高みたいにゆらゆら揺れたり、スマッシュしたはずなのに変なナックルになってネットに突き刺さったり、あの時頭の中がパニックになって、もう卓球やめたいって思うプレイヤー、私だけじゃないはずです。今日はその恐怖の正体をケンジさんに暴いてもらえるって聞いて、覚悟を決めてやってきました。でもケンジさん、お手柔らかにお願いしますね。ははは、みさきちゃんもあの魔球の犠牲者の一人か。でも安心して、仕組みを知れば恐怖は攻略のヒントに変わるんだ。今回我々がベースにするのは、変化系表ソフトラバーの物理構造と機能特性に関する包括的調査報告書だ。副題を見てごらん。メーカーやベテランプレイヤーが教えてくれない卓球の真実。これは単なるラバーのカタログスペック紹介じゃない。物理学と材料科学、すると流体力学までを駆使して、あのいやらしい変化の正体を数式レベルで暴き出した、まさに禁断のレポートなんだよ。禁断のレポート。聞くだけでレートが上がりそうな予感がしますけど、同時に私の脳がパンクしそうな予感もします。ケンジさん、専門的な話もたっぷり、でも私にもわかるようにテンポよく、すると最後まで一切手を抜かずにフルボリュームで、文字通り圧倒的な情報量で解説してくださいね。特に後半になってもボリュームを落とさないこと、最後までこってりとお願いします。任せておいて。今日は全20パート、情報量のリミッターを完全に破壊して、変化系表ソフトという境界の魔術のすべてを語り尽くすよ。後半になればなるほど、素材の配合比率や現代 ABS ボール環境下での摩擦係数の変化といった、より深遠な領域に踏み込むから、最後まで集中して聞いてくれ。それじゃ、卓球界の常識を覆す中粒の真実への旅、スタートだ。ケンジさん、まずはこの分厚いレポートの核心を私たちの脳にガズンと叩き込んでください。2026年現在、変化系表ソフトについて私たちがまず知っておくべき最大の発見、すると驚愕の事実は何なんですか？全体像をつかんでから深い森に入っていきたいです。了解。サマリーとして提示すべきポイントは大きく3つに集約される。これこそがレポート全体の土台となる衝撃の事実だ。1つ目は、このカテゴリーがITTF 規定の境界線上にある意図的なバグのような存在であること。アスペクト比、つまり粒の高さと直径の比率が 0.9 から 1.1 という表と粒高のちょうど中間、いわゆる中粒、ミディアムピップスの領域こそが物理的なカオスを生む得意点だ。2つ目は、オイラーのザクツリゾンの冷徹な応用。ある一定の衝撃を超えると粒が物理的に倒れ、打球感覚が完全に消失するというプレイヤー泣かせの現象をメーカーは革新犯的に設計に組み込んでいる点だね。ルールギリギリの設計とあえて感覚を消す設計、なんだか聞けば聞くほどエンジニアの執念を感じて怖くなってきますね。でもそれだけで勝てるようになるんですか？そこが3つ目の発見だ。欧州メーカー、特にドクター・ノイバウアーなどが提唱する攪拌効果のディスラプティブエフェクトの劇的な進化。これは単に揺れるだけでなく、バウンド後の弾道を物理的に制御するという次世代のエンジニアリングが始まっていることを示している。詳細はこれからの各論で詳しく話すけど、レポートでは変化は自分から出すものではなく、相手の威力に依存するエネルギーフィルターであるという冷徹な結論も出ているんだ。核画が強打してくるほど、その力を利用して自滅させるトラップとしての性能が高まる。これからアームストロング、ニッタク、すると海外の尖ったメーカーたちの戦略をエビデンスをもとに暴いていこう。まずは基本の定義からですね。そもそも変化系表ソフトと普通の表ソフト、すると粒高って物理的に何がどう違うんですか？見た目じゃ全然区別がつかない時があるんですけど、実は数値で決まってるんですよね。そこが最大の混乱の源なんだ。鍵を握るのはアスペクト比 R という数値だ。粒の高さ H を粒の直径 D で除した数値 R イコール H オーバー D だね。 ITTF 国際卓球連盟の規定では粒の高さは最大 1.5 ミリ、アスペクト比は 1.1 以内と厳格に定められている。一般的にこの比率が 0.9 以下のものを表ソフト、
0.9 を超え 1.1 以下のものを粒高として慣習的に分類しているんだよ。アスペクト比 0.9 が運命の分かれ目なんですね。じゃあ変化系はそのどっちに属するんですか？変化系表ソフトはまさにその境界線、つまりアスペクト比 0.9 から 1.1 の狭間にある中粒の領域を専門的にすると戦略的に攻めているんだ。レポートではこれを境界の魔術師と呼んでいる。粒の高さは通常の表ソフトよりも明らかに高く、1.2 ミリから 1.3 ミリに達するものが多い。このわずか 0.2 ミリの高さが打球時に粒が折れ曲がる物理的挙動を劇的に変えるんだ。日本卓球株式会社、つまり日卓の用具解説資料によれば、この微細な設計値のコントロールこそがナックルと強打を両立させる唯一の方法なんだよ。メーカーはこの数値の淡いを利用して相手の計算を狂わせる魔法を生み出しているんだ。この数値を理解せずに変化系を語ることは、地図を持たずに暗闇のジャングルに入るようなものなんだよ。0.1 ミリの設計ミスがただの飛ばないラバーか魔球ラバーかを分けるんだ。この 0.1 ミリにメーカーの命運がかかっていると言っても過言じゃない。さっきから出ている粒が折れ曲がるっていう現象、ケンジさんの得意分野、物理で説明するとどうなるんですか？なぜそれがあんな予測不能な変化に直結するの？もちろん出るよ。ここが理系エンジニアとしての本領発揮だね。レポートでは、この現象は材料力学におけるオイラーのザクツ荷重 PCR という有名な数式で定義している。公式は PCR イコール π の2乗 EI オーバー L 2乗だ。ここで最も重要な変数は分母にある L 2乗、つまり粒の高さの2乗だ。粒がわずかに高くなればなるほど、粒を垂直に押しつぶすのに必要な力、つまりザクツが始まる1値が2乗のペースで劇的に小さくなることを意味しているんだよ。粒を高くすればするほど、ちょっとした衝撃でパキッと腰砕けになるように折れる。それが変化のスイッチになるってこと？その通り。変化系表ソフトは粒を意図的に高く設計することで、相手の強烈なドライブの威力が加わった瞬間に粒をザクツさせるように仕組まれている。このザクツが起きると、相手の回転エネルギーが摩擦としてではなく、粒の変形エネルギーとして一気に吸収され、ゴム表面のグリップ力が瞬間的に消失する。これが魔術のような回転を殺すブロックや重力に逆らうような魔球ナックルの正体だ。数式が変化の証拠を突きつけている。魔法に見える現象も実は冷徹な材料力学の法則に従っているだけなんだよ。この PCR の域値をメーカーがいかに巧妙にコントロールしているか、そこが技術の肝なんだね。ケンジさん、ザクってすごい機能に聞こえます。レポートには真実2としてプレイヤーにとっての悪夢のようなことが書かれてましたよね。感覚が消えるとか、それって怖すぎませんか？よく気づいたね。ここがベテランが変化系を忌避し、初心者が手を出しては1週間で挫折する最大の理由だ。真実は、粒がザクツする瞬間にプレイヤーの手元から打球感覚が完全に消失するということなんだよ。打ってる本人の感覚が消えちゃう？それじゃ自分のボールがどこに行くかさえわからないじゃないですか。そうなんだ。物理的数値データに基づけば、粒が折れる瞬間にエネルギー伝達を経路が構造的に不連続になる。だから、打ってる本人はスカッとした中身の抜けた感覚になり、今どう当たったという不安に常にさらされる。カタログには自動的に変化が出ると耳に心地よい言葉が並ぶけど、現実は感覚が消えるという恐怖の中で変化が出る打球ポイントを身体に叩き込むという地獄のような修練が必要になるんだ。変化という究極の矛を手に入れる代わりに、自らの確実性を生贄に捧げる。これが変化系表ソフトという用具の残酷なギブアンドテイクなんだよ。この消失する感覚を脳内で保管できる変態的プレイヤー、だけが変化系の真の使い手になれるんだね。岬の形についても、レポートではかなりミクロン単位の分析がされていました。円柱とか台形とか、性能にそんなに響くんですか？見た目は似ていても、その性能差は天と地ほどもある。ttmode.com の幾何学解析によれば、粒の側面が垂直な円柱型は、どの方向に力が加わっても粒が均等にすると深く倒れやすい。だから、相手の回転を利用した変化幅は物理的に最大になる。その代表格がドクターノイバウアのアグレッサーだ。一方で、根元に向かって太くなる台形型、つまり円錐台形は、強打した時に粒の根元が土台として踏ん張ってくれるんだよ。台形は踏ん張るから自分から思い切って攻撃しやすいってことですね。使いやすさ。その通り、ザウアー&トレガーのザーガスがその典型だね。
コントロール指数が極めて高いのは、この台形構造が粒の暴れを適度に抑制しているからなんだ。軽いタッチでは先端が動いて変化を出し、強打では根元の太い部分が支えて直線的な軌道を作る。この二段構えの物理設計こそが現代の変化系表ソフトのトレンドなんだよ。粒の斜面の角度1度、エッジの鋭さ1ミクロンにメーカーの殺意と知略がこもっている。まさに幾何学の戦場だよ。美咲ちゃんも次は粒を横からじっくり観察してみてよ。粒の並び方にも縦目と横目があるって聞きました。これも変化に影響するんですか？ニッタックのドナックルシリーズでその違いが詳しく解説されていますよね。さすが美咲ちゃん、よく勉強してるね。ニッタックのドナックルは伝統的な縦目配列。粒の間の隙間が打撃方向に沿って抜けているから、空気抵抗と摩擦のバランスで球離れが凄まじく速いんだ。これが勝手にナックルになる感覚に直結する。対してスーパードナックルは横目配列だね。打球方向に対して粒が密集しているから、ボールを引っ掛けて自分で回転をかける操作性が格段に高いんだよ。同じシリーズなのに並び方が違うだけでそんなに性格が変わるんですか？不思議。ニッタック公式サイトの製品技術解説でも明確に区別されているよ。相手に変化を押し付け、ミスを誘う受動的な変化を求めるならスーパードナックル。スピードとナックルで自分から積極的に仕掛けるならドナックル。この配列の選択はプレイヤーの戦術性そのものなんだ。縦目か横目か。その選択一つで卓球というゲームの組み立て方が180度変わる。変化系表ソフトの世界はこの配列の哲学から始まると言っても過言じゃない。まさにどちらの道を選ぶかという分水嶺なんだよ。変化系表ソフトといえば、やっぱりこれを語らないわけにはいきません。福原愛さんが長年愛用していたことで有名なアームストロングのアタック8。でも、なんであんなに種類があるんですか？ショップに行くと選ぶだけで日が暮れちゃいますよ。あれはもはやカスタマイズの迷宮あるいは沼だね。レポートにある通り、アタック8の凄さは M 粒直径 2.0mm と L 粒直径 2.2mm というわずか 0.2mm の直径差による設計分けにある。変化幅を極限まで大きくし、相手の嫌がる球を出すなら M 粒、攻撃の安定性とスマッシュの威力を取るなら L 粒。さらにスポンジの高度も40度から48度まで細かく刻まれているんだ。 0.2 ミリの差。職人さんのこだわりがすごすぎて、私には一生かかっても違いがわからなそうです。 WRM のレビューでもアタック8は組み合わせの妙が絶賛されているよ。スポンジを薄くして1枚に近づければ粒高のようないやらしさが出るし、厚くすれば快速の表ソフトになる。この無限のカスタマイズ性こそが数十年にわたって日本中の変化系プレイヤーを引きつけて離さない理由なんだ。一つのシートでこれほど多様な、すると極端な性格を持たせられるラバーは他にない。まさに国内変化系の原点にして究極の完成形と言えるね。アタック8は終わりのない旅の相棒なんだよ。ここからが後半戦、さらにディープな海外メーカーの世界ですね。ヨーロッパのラバーって日本のものより尖っているイメージがあります。ドクター・ノイバウアーのアグレッサーとか攻撃的で怖いです。あはは、その名の通り攻撃者だね。ドクターノイバウアーに設計思想は一貫して撹乱効果の最大化にあるんだ。彼らのラバーはハーフロングと呼ばれる粒高に限りなく近い長さを採用している。特にアグレッサーイボは極めて硬いスポンジを採用することで、バウンド後にボールが急激に沈み込む下浸効果を物理的に最大化しているんだよ。相手がラケットを出す頃にはボールはもうそこにはないという感覚だ。バウンド後にボールが沈む。そんなの普通の打ち方じゃまともに返せないじゃないですか。反則級の性能ですね。それが彼らのエンジニアリングの狙いなんだ。キラーシリーズも同じだね。表ソフトのスピードで飛んできて当てるだけで粒高のいやらしさが出る。欧州メーカーは日本の設計とは対照的に相手をいかにパニックに陥るかという一点に特化しているんだ。まさに工学的に計算された殺意だね。相手が驚く顔を見るのがより好きなプレイヤーにはたまらないだろうね。スポーツマンシップの限界を試しているよ。欧州には他にも尖ったメーカーがひしめいている。ザウアー&トレガーのハッス。これは円柱型の粒でスピードと撹乱のバランスが絶妙なんだ。ドイツの市場データによるとカウンターの武器としての評価が極めて高い。
一方で、スピンロードのカイラーは、さらに特殊な円錐形の粒を採用しているんだよ。みさきちゃん、円錐形ってどんな魔法があると思う？円錐形？上に行くほど細くなってるってことですよね。ピラミッドみたいな。それがどう物理に関わるんですか？先端が細いから、軽いブロックの時は粒が鞭のように激しく動いて、予測不能な揺れを生むんだ。でも強く打つときは根元の太い部分がしっかりとボールを支えるから表ソフト並みのスピードが出る。まさに羊の皮をかぶった狼だね。彼らは素材の配合だけでなく粒の幾何学的な三次元形状そのものを大きな変数として無限のシミュレーションを繰り返している。まさに物理学の実験場だね。レポートではホールマークの製品についてもその独特のテーマ冊シートが絶賛されているよ。摩擦をゼロに近づけるという狂気の追求だね。中国メーカーはどうなんですか？変化といえば中国っていうイメージも強いですけど、やっぱり安くていやらしいんですか？中国勢は伝統の重みととにかく沈むことに特化しているね。ダウェイの 388C1。これは世界中で中粒の王者として君臨している名作だ。最大の特徴は打球が極端に低く滑る過伸球だね。相手が浮くなと思った瞬間にテーブルにへばりつくように滑るんだよ。フレンドシップ729の563シリーズも昔から有名ですよね。そう、563レジェンドだね。数十年の歴史を持つ変化系の代名詞だけど、実は最新ボール向けにスポンジの反発係数が大幅にアップデートされているんだ。レポートによれば、中国製の中粒は沈むと揺れるを同時に不規則に引き起こす独特の不均一なトルクを生むのが非常に得意なんだよ。低コストながら物理的には極めて完成度が高い。安かろう悪かろうなんて今はもう通用しない。むしろ安くて怖いというコストパフォーマンスの高い脅威だよ。ケンジさん、根元的な疑問なんですけど、どうして変化系ラバーは相手の回転を反転させたりできるんですか？ラバーの表面でミクロレベルで何が起きてるの？いい質問だね、みさきちゃん。レポートの動力学的メカニズムのセクションを詳しく解説しよう。キーワードは不均一なトルク、回転力だ。変化系表ソフトは打球時に粒がランダムかつ局所的に座屈することでボールとラバーの接触面がミリ秒単位でダイナミックに変化するんだよ。一部の粒は倒れて滑り、一部の粒は踏ん張って引っかかる。これによってボールの回転軸に対して不均一な力が加わるんだ。これによってボールがラバー表面で踊るような挙動を見せる。ボールがラバーの上であちこちに振り回されているような感じですか？パニックになってる？まさに。さらに粒が倒れることで接触時間が通常の表ソフトより長くなる、いわゆるためが生じる。この長い接触時間の間に相手の回転エネルギーを粒の変形エネルギーとして吸収し、一部を逆回転のトルクとして跳ね返すんだ。これが裏ソフトには絶対に不可能な回転殺しやスピン反転の正体だね。ボールに加わる力学的なトルクを粒の座屈運動によって意図的に制御しているんだよ。これは精密な物理シミュレーションなしには設計できない極めて高度な技術なんだ。ミクロの粒の動きがマクロの弾道を変えるロマンがあると思わないかい？相手が打つとゆらゆら揺れるボール、ふわふわしててどこに来るか全然わからないやつ、あれの正体も物理で説明できるんですか？あれ、打ってる本人は狙って揺らしているの？実は打ってる本人もどこまで揺れるかは正確にはわからないんだよ。あの揺れの正体は座屈した複数の粒がバラバラのタイミングで復元することにあるんだ。粒一つ一つに加わる応力は微妙に違うから、ボールがラバーから離れる直前に粒が元に戻るタイミングがわずかにずれるんだね。これがボールに微細な不規則振動を与えるんだよ。タイミングがずれるとボールの飛び方に影響が出るんですか？空気抵抗とか？大いに出る。ボールに微細なそして不規則な振動が伝わると周囲の気流が乱れる。これが流体力学でいうところのカルマン渦無量な現象を引き起こすんだ。物体の背後に交互に渦ができる現象だね。結果として飛翔軌道が左右上下にわずかにブレる。つまりプレイヤーが狙って揺らしているんじゃなくて、ラバーの幾何学構造そのものが物理的に予測不能なノイズを打球に混ぜ込んでいるんだよ。相手にとっては計算不能な、まさに悪夢の軌道だよね。物理現象を味方につけるには、自らもそのカオスを許容する強靭なメンタルが必要なんだね。ラバーの素材の組み合わせで変化はどう変わるんですか？やっぱり柔らかい方が変化するの？それともスポンジが大事？
シートの配合とスポンジの特性、その相乗効果だね。天然ゴム比率が高いシートは吸収性能がすごく高いんだよ。相手の威力をデッドに殺すから変化が重くなる。一方で合成ゴム比率が高いテンション系は復元力が強いから変化が鋭く速くなるんだ。そしてスポンジの厚みが最大の変数だね。やっぱりスポンジが薄い方が粒の動きがダイレクトに出て変化するんですよね。その通り。OX1 枚や極薄はシートの座屈特性がボールにダイレクトに伝わるから変化幅は最大になる。でも自分からの攻撃力は最小になるよね。逆に特厚にすればスポンジの弾性が回転を上書きしちゃうから変化は減るけど快速のスマッシュが打てるようになる。トップ選手の多くは厚い以上を使って自分の腕で変化を作る技術を持っているんだよ。スイングスピードに合わせてこのバランスをエンジニアリングするのが変化系プレイヤーの醍醐味だね。君ならどれを選ぶ？悩んでいる時間が一番楽しいんだよ。レポートにあった変化は相手の強さに依存する。これって相手が弱いと自分も弱くなっちゃうってことですか？それじゃあ格下に勝てないじゃん。どうすればいいの？残念ながら物理学的にはその通りなんだ。変化系表ソフトの最大の、そして最も残酷な真実は、自分から変化を出すのは極めて難しいという事実にある。粒を座屈させるには相手のボールにある程度の回転量やスピード、それと外部からの強いエネルギー供給が必要なんだよ。相手が止まっていればラバーも止まってしまう。変化系ラバーは能動的な武器ではなく受動的なエネルギー変換器なんだ。相手が緩い、やる気のないボテボテの球を打ってきたら粒が折れないから変化もしない。ただの飛ばないラバー？そうなんだ。初心者が変化系を使って自分も打ちにくいし全然飛ばないただのラバーになっちゃうのは相手の威力を利用できていないからなんだよ。変化系ラバーの進化は格上の強烈なドライブを最小限の力でブロックして殺人的なナックルで返すときにこそ発揮される。自分の力じゃなくて相手の力をカオスに変換するフィルター。それがこのラバーの本質なんだよ。だからこそ相手の多球質に合わせて自分の打法を 0.1 秒で変えられる高い戦術 IQ が必要になる。格下の選手に対してどうやって自分から仕掛けるか、あるいは誘い出すか。そこまで計算して初めて変化系プレイヤーとしての免許皆伝と言えるんだね。受動的な強さを能動的な勝利に変換する、その知略が求められるんだ。これこそが大人の卓球だと思わないかい？今のボールって ABS 素材になって昔より重いし回転がかかりにくいですよね。変化系にとっては受難の時代なのかな？それともチャンス？その逆だよ、美咲ちゃん。だからこそ変化系表ソフトの価値が相対的に上がっているんだ。ニッタックニュースの技術解説によれば ABS ボール環境下でナックルの質を物理的に再定義したのがドナックルシリーズだね。昔のラバーだと今の重くて滑りにくい ABS ボールの完成に負けてしまってただのナックルのふりをしたチャンスボールになりがちだったんだよ。それをどうやって解決したんですか？魔法であるの？最新の技術？粒の高度と配列を数値シミュレーションで徹底的に見直して少ない回転量でも確実に座屈が起きるように再設計したんだよ。重いボールに対していかに効率よく粒を倒し摩擦をキャンセルするか。サンウェイやニッタックといったメーカーはミクロン単位で粒の長さを調整して今の ABS ルールにおける変化の黄金比を探り当てたんだ。現代卓球はこの物理的な適応能力の差が勝敗を分ける。道具をアップデートできないプレイヤーは変化系の世界では生き残れないんだよ。ボールが変われば座屈の行き位置も変わる。エンジニアリングは常に進化し続けているんだね。変化系ラバーって手入れが難しそうです。表面が汚れたりツルツルになっちゃったらもうあの魔球は出ないんですか？どうして？実は変化系こそメンテナンスの質が試合の勝率を左右するんだ。変化系の命は粒の先端の摩擦係数にあるからね。目元を拭いても意味がないんだ。粒の先端にある微細な布目構造がホコリや油で埋まるとボールが滑りすぎて座屈が不安定になるんだよ。結果として意図しないミスが増える。独自のクリーナーで粒の間まで清潔に保つこと。これがあの魔球を常に 100% の精度で出し続けるための舞台裏の努力なんだよ。美咲ちゃん、練習後にサボっちゃダメだよ。一粒一粒に魂を込めて磨くんだ。それが明日の一点。すると対戦相手の絶望的な顔につながるんだからね。最後に変化系表ソフトの可能性を世界に知らしめたあのレジェンドの話をしましょう。やっぱり憧れますよね、あのプレースタイル。福原愛さん。
福原愛さんだね。彼女が長年アタック8の L 粒を使い続けたことは技術ブログでも詳細に分析されている。彼女の凄さは決して変化に依存しなかったことにあるんだよ。変化を餌にして相手を崩し、最後は自分のスマッシュで仕留める。その攻撃精神こそが変化系という用具を使いこなすための正解なんだ。変化はあくまで自分の攻撃を当てるためのツール、セットアップなんだね。変化を餌にする。かっこいい。待ってるだけじゃダメなんですね。自分から仕留めに行く勇気が必要なのね。その通り。変化系ラバーを使うとどうしても消極的な卓球になりがちだ。でも彼女は違った。複雑な M 粒、L 粒の特性を完璧に統治し、相手の不規則な返球をあらかじめ想定内として次のボールを叩く。これこそが変化系表ソフトの、いや、用具と人間の究極の到達点だよ。ラバーの特性に溺れるのではなく、それを自分の戦術の一部として完全に支配する。レジェンドの強さの根源は、小さな粒の一つ一つを支配する圧倒的な意志の強さにあったんだね。私たちはそこから学ばなければならない。変化系は守りのラバーじゃない、攻めるための最強の布石なんだよ。彼女のバックハンドは物理学と意志の融合体だったんだよ。さて、全20パートにわたる膨大な情報の洪水。長旅もいよいよ終盤だ。みさきちゃん、変化系表ソフトという用具に対する景色、どう変わったかな？少しは怖くなくなった。仕組みは分かったかな？もう全然違います。最初は運よく変化が出る、ちょっとずるい不思議なラバーだと思ってました。正直。でも今は緻密な幾何学設計とオイラーのザクツ理論、するとプレイヤーの知略の結晶なんだって分かりました。このラバーを相手にする時も、もう以前ほど怖くない気がします。仕組みを知ったからむしろ楽しみになってきました。その通りだね。変化系表ソフトは単なる用具じゃないんだ。相手の感覚を物理的に破壊し、心理的に追い詰め、パニックに陥れるための精密な心理物理兵器なんだよ。ブランドの名前やカタログの数値に惑わされず、アスペクト比やザクツ荷重という真実を見極めること。それがこの魔境のようなカテゴリーで生き残り、すると勝つための唯一の道なんだよ。物理を知れば卓球はもっと面白くなる。そう思わないかい？レポートが教えてくれたのは、用具の向こう側にある科学の光なんだ。カオスを愛し、物理を滑る。それが変化系プレイヤーへの最短距離さ。最後のアドバイスだ。もし君が明日から変化系表ソフトを使おうと思っているなら、あるいはそんな相手に苦しんでいるなら、この言葉を心に刻んでほしい。変化は目的ではなく、勝利への手段である。変化に頼りきるんじゃなくて、その先を自分で作る。その勇気が必要なんですね。ケンジさんの解説を聞いて、私もなんだか自分の卓球をもう一度エンジニアリングし直したくなっちゃいました。ザクツ理論、私もマスターできるかな？まずは自分のスイングから見直します。いい決断だね。詳細は日卓の製品ページやドクターノイバウアーの公式ショップを隅々まで読み込んでみて。そこには君の卓球を劇的に変える物理のヒントがまだ山ほど隠されているから。エンジニアたちが君の熱い挑戦を待っているよ。後半までしっかり聞いてくれてありがとう。君の卓球が予測不能な弾道のように高く、すると自由に羽ばたくことを確信しているよ。それじゃあまたどこかのコートで。今日は本当に情熱的な解説をありがとうございました。頭がパンパンですけど、卓球がもっともっと大好きになりました。さようなら。私も今すぐクリーナーで粒をピカピカに磨いてきます。最高の変化を出すためにね。全20パート最後までお聞きいただき本当にありがとうございました。さようなら。